沖縄で辺野古の基地反対運動がやってると思うんですけど、その基地反対の運動というかですね、そういう団体に東京で入ってまして、でそういうところから社会運動というかそういうことに興味を持つというか、埼玉の立正大学っていうところに入ってまして、でその後ちょっと経済学のことがやりたくて中央大学で2年間聴講だけなんですけど、僕はドライバーから入ってないのでやっぱりどうしても毛色が違ってノリがちょっと違うんですけど、でもすごい接したらすごい接しやすいというか、物事をこうなんて言ったらいいんですかね、思ったことをパッと言ってくれるというか、だから悪いこともちゃんと指摘してくれるし、いいことはいいって言ってくれるから、だからすごく僕はすごくなんかなんていうかな、付き合いやすいというか、21年に僕書記長に変わるんですけど、それまでずっと機関士の、担当というかですね、今はなかなかできないんですけど、できるだけある時期までは組合員の顔が見えるようなそういう紙面を作ろうと思って、ラジコンの趣味を持ってますとか、本当に、例えばペットワンちゃん飼ってて、こんな可愛いですとか、赤ちゃん生まれましたとか、結婚して、新婚旅行行きましたとか、そんなコーナーをやってた時もあるんですけど、なかなかやっぱ弾圧があってから顔を載せるっていうのが難しくなってしまって、やっぱり組合員もこう少し怖がってしまうというか、そういうのがあってですね、こちらも組織防衛上っていうのがあって、それができなくなってしまってるのは現状なんですけど、弾圧が起こった時で僕和歌山地域の担当だったんですけど、和歌山地域でも、組合員がこうバーッと辞めていった時期があってですね、もう一方的にこう手紙で組合員から脱退通知が来てですね、今になって冷静になって思えば別に辞める必要がない組合員もすごい辞めてるんですよ。別に会社からの攻撃を受けたわけでもないのにこう組織を離れてしまってるっていうのがあるんで、それはだから自分の身を守るためというかですね、だからそれはだから弾圧のある意味の効果というかですね、向こうの狙い通りなんだろうなっていうところはありますし、とか裁判官がはっきり言ってあれでしょうね、文書しか見てないですよね。で証拠映像で、そこで声を荒げてる、その声を荒げてることを理由にこうなんて言ったらいいかな、やりすぎだみたいな形で有罪判決が出されるというところがですね、もうほんまに腑に落ちないですね。だからなんでそういう行為に至ったのかっていうのを全く考えずに、もっとこうなんか話し合いでやるべきだとか法的手段でやるべきだって言うけど、でそれでじゃあ組合員が働けるんですかと、こっちはだから今日働けるのか明日働けるのかっていうところをね一生懸命やってるのに、そんなことしてるから今のこのね日本社会の低賃金とかその権利が守られないっていう状態があるなってすごい思います。日本で言ったら本当に労働者の要求を企業にぶつけたりとか、組合の要求を勝ち取るためにストライキまでしてっていう組合って他にほぼないと思うんですね、日本の中で言ったら。そういうところだからこそ今回権力弾圧受けてると思うんですけど、だから今自分たちがここで小さいながらでもなんとか踏ん張ってるということがなければ、もし自分たちがここで諦めてしまったらそれが日本から本当になくなってしまうんじゃないかっていう、そういう危機感というかですね、使命感というかそういうものはすごくあって、だから逆にそれを微々たる力かもしれないですけど、どう今からこう広げていくのかっていうところがですね、自分たちの課題やなっていうふうには思っています。